私が子供の頃、駄菓子屋で一皿10円で売っていたたこ焼き、高校の時は神社でたこ焼き屋台のアルバイトも、懐かしい思い出の食べ物を作ってみました。専用の粉もピックもない中、うまく焼けるでしょうか。はい、さらに今日は新年スペシャル続きまして、たこ焼きを作っていきたいと思います。まず材料を揃えますね。細ネギを小口切りにします。庭で採れたネギですね。収穫したてを細かく切っていきます。紅生姜刻みます。これがやっぱ入ってないとなんかたこ焼きらしくないですよね。海外でたこ焼き食べるとなかなか入ってるのが見つけるのが難しいです。材料が手に入らないというのもあるんでしょうけど、これは日系の食材店のさくらでアスンションで売ってますね。大袋ですけど買ってきました。うちは年中食べるので長持ちしますしね。肝心のタコ切っていきます。これぐらい入ってもいいんですけどね。これ入れていきましょう。菊タコを入れましょう。これも韓国の食材店で冷凍を買ってきました。これも一度ボイルされてる冷凍タコですね。大きいの大きいままで入れましょう。大きいタコ入ってたら嬉しかったですね。当たりって感じ。実は私高校生の頃、西宮神社で敵屋でアルバイトしてたこ焼き屋さんやってました。大晦日お正月の朝までたこ焼きやってました。よし、これで OK です。でボウルに小麦粉溶いていきます。小麦粉入れてお塩混ぜて、で卵を6個入れます。溶いて小麦粉の中に入れていきます。牛乳も入れます。でだし汁も入れていきます。硬さを見ながら徐々にだし汁を足していきます。音がうるさいのは洗濯機の音です。キッチンのすぐ裏に洗濯機あるので音が聞こえちゃうんですね。はい、これぐらいでいいでしょう。はい、それではたこ焼き焼いていきます。火をつけて、今日はこのたこ焼きソースを使います。おたふくソースのたこ焼き用ですけど、これがさくらという日系の食品店で39,500柄に売ってました。日本円にして大体500円ぐらいですね、今の値段。これを使います。もちろん自家製ソースのとんかつソースをかけても構わないと思います。油をちょっとたっぷりめに敷きます。流し入れていきます。
回焼けるかな、全部。ちょうどかな。じゃあネギ全部入れちゃいます。生姜も全部入れちゃいます。天かすはちょっと多いからこんなもんかな。タコもちょっと残りそう。
西宮神社でたこ焼き屋やってたんですけど、その時はまず失敗なかったんですけどね、家庭用でやるとやりづらいですね。タコが飛び出してるのもご愛嬌ということで美味しく食べましょう。火止めます。はい、たこ焼きソースをたっぷりかけましょう。これ粉もんソースを食べるのが主役ですね。鰹節をかけます。青のりもあればかけてください。もう一回ソースかけましょう。ソース1本使いっきりたこ焼きの完成です。